はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、この日本とフィリピン、ね、この岸田総理が、フィリピンのこのボンボンマルコス大統領とこの会談してね、フィリピン政府から、確かこのフィリピン議会で演説したと思うんですけども、大人気で、それについてはちょっともう一個のチャンネルの方で見ますけども、結果的にこのフィリピンと、日本がね、この準同盟、だからこの英国とかオーストラリア、インドに続く、この、簡単に言うと韓国よりも重要な関係、日韓関係よりも日非関係っていうのかな、の方が圧倒的に重要になるっていう。で、そこをなんか韓国メディアとか日本のマスコミなんかが気にしてる気にしてどうするって思うんですけどもね。要は日本のこの安保、防衛協力の現状ですかね。これちょっと画像見にくいかもしれないですけど、載せておきますけども。アメリカは言うまでもなく同盟国。で、このオーストラリア、英国、ほぼほぼ、それに近い状況ですよね。で、インド、で、その後このフィリピンが今度なんか、そういうこの準同盟国に、格上げじゃないですけどね。韓国とはね、言うまでもないじゃないですか。比べてもしょうがないじゃないですか。約束守んねえし、嘘しかつかねえ。同盟もへったくれもないじゃないですか。その割には日本政府、相変わらずこのケツ拭いて回る係はやめないですよね。本当に。ちょっとね、韓国がなんか面白くなさそうにこのブータれてるらしいんで、ちょっとね、見ていきましょうかね。で、そうだな。じゃあ内容見ていきますけど、日本、フィリピン、準同盟へ一歩前進。だってそもそもがさ、日本のこの国防安保ってさ、この対中国っていうのがまずあるわけじゃん。対中国っていうところで、韓国と、何がどうできるって言って何もできないじゃん。お前らがそもそもレッドチームなんだからさ。対中国で共同歩調だと。共同歩調を取るんだったら見習ってさ、日本のこの EEZ 内のこの海洋調査部位、中国がばらまいたやつ、とっとと片付けてこいよ。日本政府何のこのもう、これはこれでいいんだけどさ、だったらやることも、言うことを揃えたんだらやることも揃えてこいよな、せめて。逆にフィリピンに対して失礼だろ。約束事とか覚書とかそういうのこの交わすだけ交わしておいてさ、じゃあ実際ことがあった時に有事の際に、どうなるんだって言ったら信用ねえよな、今のところ日本政府の様子見てると。だって例えば僕とかあなたがね、じゃあアメリカ、あるいはオーストラリア、英国、インド、じゃあ今回のフィリピンの政治指導者だったらさ、だから逆の立場だったら、今の日本のこの対中国様子見てどう思います？こいつら本当にいざ有事の際にちゃんと約束通り動けんのかって、まず疑うと思いますけど、とてもじゃないけど安倍さんの時とか菅さんの時にも言われてたこのファイブアイズ拡大して日本入れてシックスアイズみたいな、ああいうのもあったじゃないですか。もう最近何も聞かなくなりましたよね。やっぱり当てにならないって判断されてると思いますよ。僕だったら当てにできねえもん、今の日本政府なんて。はっきり言って、むしろ韓国じゃないけど、お前もレッドチームじゃねえのって疑うぐらいだよ。何にもだもん。普通に中国韓国の顔色を伺ってさ、ヘラ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 ヘコ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 してるだけじゃん。何が対中国だよね。全然だよ。むしろなんだっけな、令和版 ABC で包囲網みたいな、ほら、あったじゃん。日本、アメリカ、オーストラリア、あれインドだったっけ。クワッド。あれそうだよね。あれだってむしろ日本外した方がよくねっていう話が出たって不思議じゃないよね。っていうぐらい当てにできないと思うけど、今の日本政府なんて。いいや、ちょっと話が逸れちゃいましたけどね。岸田総理がフィリピンのマルコス大統領との会談で中国を念頭に、東南シナ海情勢への深刻な懸念を共有したと。
両首脳はアメリカも含めた安全保障協力の強化を、確認。中国の急速な軍拡を受け、同盟国アメリカ以外にも、準同盟国の輪を広げたい双方の思惑が一致したと。で、首相は共同記者会見で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持、強化すると語った。で、マルコス大統領と交渉入りで合意した、自衛隊とフィリピン軍の円滑化協定は締結されればオーストラリアと英国に続いて3例目。日本の準同盟国と位置づけられる英国、オーストラリア、安保協力がなんとかなんていうのかなを築くことができたのがインドで、韓国に加えフィリピンも柱に据える形で、韓国柱なんですか何柱？軽柱ですかね嘘の呼吸だよな。で、多面的な中国への抑止力としたい考えだと。じゃあ日韓でね、多面的にってことは、この日韓でのこの東アジアでの、対中国抑止力、何をどう働かせられるわけ？逆に。韓国は言うまでもないじゃん。だって日本だって大概ね、このなんか、だってもう、ばらまかれた調査部位すら片付けられねえぐらいふぬけですよ。対中国なんて何にもできてねえじゃねえかよ。はぁほんと、しっかりしてくれよ、ほんとに。で、英国とオーストラリアとはもさらに機密情報を共有する情報保護協定や燃料などを融通する物品役務相互提供協定を、締結済み。今回の訪問契機にこうした分野の協議も加速するとみられ、政府関係者は、日菲関係にとって、歴史的な訪問と強調していると。現場ではすでに協力が進んでいるが、陸上自衛隊は今月フィリピンで、アメリカ、フィリピン両国の海兵隊と共同訓練を実施、離島奪還計画の立案を担う、部隊幹部交流に初参加すると。海上自衛隊が今月日本周辺で、アメリカ、オーストラリア、カナダの海軍などと行う共同演習には、フィリピン海軍が初めてオブザーバー参加すると。こうした協力が容易になったのはフィリピンを取り巻く環境変化が大きい。22年6月、親中派とされたドゥテルテ政権から交代。以来、バイデン大統領との会談も複数行うなど、米菲関係が着実に改善していると。中国の動きも、アメリカや日本への接近を後押ししている。8月下旬に中国が発表した新国土地図は南シナ海の大部分を自国の領域と主張し、周辺国が反発。10月には、中国、フィリピンが領有権を争う海域で、両国船舶の衝突が相次ぎ緊張が高まっていると。で、首相は4日には、フィリピン議会での演説で、自由で開かれたインド太平洋実現に、向けた東南アジア外交の戦略を打ち出すと。この演説がね、ものすごいなんかフィリピン議会でこの評価されて、うわーってこの寄ってたかってこれちょっと後半見ますけど、映像多分ツイッターとかYouTube ではあるかな。なかなかこの議場から出れないんですよね。みんなにこの握手してください、写真お願いしますみたいな感じで。一応ね、順番待ちするこの安倍さんのね、あれとなんかちょっと彷彿させるような、そんな様子だったみたいですけどね。で、日本の首相がね、この議会で、岸田さんが演説して、でそれが初めてで、厚遇の背景にはアメリカと強固な同盟関係を持つ日本との結びつきを対外的にアピールしたい、フィリピンサイドにはフィリピンサイドで思惑があって、でマルコス大統領は、共同記者会見で、首相の訪問は二国間関係の可能性を表していると歓迎したそうです。とりあえずね、韓国がどうこうっていうのはもうね、何の意味もない、何も期待できないにもかかわらず、なんか日本側はね、いつまでたっても切り離せずにダラダラケツ吹き続けている。困った時はなんか日本の金出して、いつまでやるのなあいい加減生産するところもう生産する時期なんてもうとっくの昔に過ぎてんだけどね、遅いぐらいのはずなんですけど、一向にだよね。いや別にいいんですよ。英国、オーストラリア、インド、フィリピン、他にもだって探せばさ、一緒になって手組んで
いろいろ問題課題はそれぞれあるのはそれは外交だから当たり前ですよ、ね、どこどこ相手だったらもう 100% バッチリそんな関係なんか築けるわけないんだからさ、それでもねなんだかんだ乗り越えてね妥協もしつつ落としどころ探ってっていうね共感とか相互理解とかそういうねこの関係を構築していける相手なんて探せばいくらでもあるんだからさね、韓国はもう無理だって分かったじゃん。この辺の判断ができないところが日本の一番の問題で一番の弱点ですよね。だから結局ね、日本、だって結局つるんでるってことは日本もそうなんじゃねえのってみんな思ってるはずですよ。なんで何かあった時にいつも日本がケツ拭いてんのって。なんか裏があるんじゃないのって。ていうか結局運命共同体なんじゃねえの、日本もレッドチームだろうって見られても僕は不思議じゃないと思いますけどね。そうじゃねえっつんだったらね、もうはっきりとここでも脳を突きつけてやりゃいいんですよ。できねえんだよな、ほんとな。情けない話だよ。さて、じゃあこの続きですかね。中国念頭にこのフィリピンに沿岸監視レーダー供与って話をね。まあ日本の反日売国税、ね、特定野党界隈が猛反発するんで、まあこれはじゃあ正解ってことですかね。とね、グギギギギっていう話を合わせて見ていきましょうか。今回は以上です。